はじめまして、さくらです。このポッドキャストを見つけてくださってありがとうございます。今、ちょっと一息つきたいなとか、作業をしながらとか、なんとなく誰かの声を聞きたいなって時にここに来てくださったのかなと思っています。今日はこのポッドキャストの最初の回なので、ゆっくり自己紹介をしながらどんな雰囲気で話していくのか少し知ってもらえたら嬉しいです。無理に集中して聞かなくて大丈夫です。聞き流しでもいいし、途中で別のことをしても大丈夫です。気が向いた時にふっと戻ってきてもらえたら嬉しいです。このポッドキャストでは日本語を勉強している方に向けて、教科書みたいに硬い日本語ではなくって、日本で実際によく使われている日本語や日本人の考え方、日常のちょっとした豆知識などをゆっくりお話ししていきます。勉強しなきゃって思わなくていい場所にしていきたいなと思っています。静かなカフェで向かいに座ってゆっくりおしゃべりしているような、そんな時間をイメージしています。毎回ちょっとしたテーマがある回もあれば、本当に雑談だけの回もあると思います。改めて自己紹介をします。私はさくらです。25歳です。昔から外国の文化に興味があって、言葉だけじゃなくて、その国の人の考え方や生活の仕方、人との距離感の違いなどを知るのが好きです。日本ではこうするけど、海外ではこうなんだ。そういう小さな違いを知るのがすっごく楽しいなと思っています。例えば、同じありがとうとかごめんなさいでも、言い方やタイミングが違ったり、表情が違ったりしますよね。そういうところを見るのが面白いなって思います。それから甘いものが大好きです。ケーキとかちょっとしたお菓子とか、疲れた時に甘いものを食べると気持ちがふっと緩む感じがして安心します。コーヒーや紅茶と一緒にチョコレートとかケーキを食べる時間が本当に大好きです。あとは動物も好きです。道で犬や猫を見かけるとつい目で追ってしまいます。家では猫を2匹飼っています。忙しい日でも動物を見るとちょっと気持ちが和らぎます。言葉がなくてもやっぱりペットは気持ちが分かってくれる感じがして、すごく可愛いなと思います。さっき2匹猫を飼っているってお話をしていたんですけども、もともと猫、犬どっちも好きで、いろいろ考えて保護猫ちゃんを迎えることにしました。今泣きましたね最初はちょっと距離があって、なかなか近づいてきてくれなかったんですけど、今みたいに少しずつ距離が縮まってきて、ある日気づいたら近くで寝ていて、その時は心を開いてくれたのかなってすごく嬉しかったのを覚えています。
猫と一緒に暮らしていると時間の流れが少しだけゆっくりになる気がします。忙しい日でも家に帰って猫を見ると、まあいっかって落ち着ける瞬間があったり、少しイライラ怒っている時でも猫を触ると癒されて、そんなイライラがどこかに行ってしまう日がたくさんあります。皆さんは何か動物飼っていますか？ご自身のペットの可愛いお話や、こんなこと聞いてっていうエピソードなどがあれば、コメントで残していただけるととっても嬉しいです。あとは人と話すことが本当に大好きです。誰かと話して、ああ、そういう考え方もあるんだ、そんな見方もあるんだなぁと思う瞬間、知る瞬間がすごく好きです。自分とは違う考え方を聞くと、世界が少し広がる感じしませんか？このポッドキャストも一方的に私が話す場所というよりも、聞いてくれているあなたとゆるーく会話しているような気持ちで話していきたいなぁと思っています。海外の方とお話をする中でよく悩まれていることが、日本語との向き合い方についてです。日本語って完璧に話そうとすると逆に難しく感じる方がとても多いです。でも日本人同士の会話でも実は完璧じゃない日本語ばっかりです。私が話してる日本語も完璧じゃない日本語があったりします。少し考えながら話したり、言い直したり、ちょっと間があったり、このポッドキャストではそういう自然な日本語にもたくさん触れてもらえたら嬉しいです。このポッドキャストでは先生みたいに私が話すというよりも、カフェで私とおしゃべりしているような気持ちでゆるーく聞いてもらえたらとっても嬉しいです。もし私に聞いてみたいことや、こんな話をしてほしいななどリクエストがあれば、ぜひコメントで教えてください。こんなことを聞いていいのかなとか、あまりそういうことは考えなくて大丈夫です。全部に答えられないかもしれませんが、一つ一つ大切に読ませていただきます。コメントをもらえると本当に嬉しくて励みになります。今日は最初のエピソードとして自己紹介を中心にお話ししてみました。ここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。これから皆さんとこの場を一緒に作っていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次のエピソードで。さくらでした。